寝坊。この辺とで風がないのはこの上越あたりかな。上越行っちゃう。抜いてもバッテリーで動き続けるエブリちゃんに積んで旅立ちます。日本橋じゃんこれ。なんだったのマジで。さっきの箱崎無限ループや。新潟行きたいんですけど、私北池袋方面を目指さないといけないんだよ。ここでさっき右行っちゃったんだよ。それが運の尽きです。何これ、どっち合ってる？こっち側にマットがあって、ここにいいのをさ、ポータブル電源とお湯が沸かせるぐらいの鍋とガスコンロは持ってきてます。ポリタンクとサップ用のエンジン。で、サップは上に積んでます。この辺は釣り道具関係。このバケツは着替えとかが入ってます。セカンドシート取り外して、サブバッテリーを工事している途中なんですけど、バッテリーとかここに今置いてあります。このセカンドシート外したところに、このダイソーのボックスとか、クーラーボックスとか置いて、収納にしつつ段差をなくしてる感じです。今日はこの上にエアーマットを敷いて、こっち頭かな。で、もう寝ます。夜中の1時半なんで、軽く寝て明日3時半ぐらいに起き、念願の上越でサップ出港します。で、肝心のこのイーノーさんなんですけど、車のシガーソケットから電気を取ってました。フル充電されて満タンの状態です。3度に設定してあって、氷はちょっと溶けてるな。マイナス15度に設定して寝ます。牛乳は凍らずしてこれだけ凍った。やっぱ凍らせたくないものは上に置いといたらいいんだ。正解だった。庫内温度はマイナス14度だから、庫内でもこの冷蔵庫の中で上と下で温度差があるんだ。5度でいいや。
これはもう組み立て済みの状態でできることが判明した。こんなのいけたいけた。よし。不思議と全く眠くないんだよな、こういう時って。ついに上越サップフィッシング、ずっと気になってたんだよ。ここ、そこの堤防はもう超大人気堤防で、夜中から車がいっぱいだった。この時期の日本海は先に行っちゃうとキジハタが釣れるから釣りたいのと、キジハタとあとタイ、長い堤防が釣り施設なんだけど、そこの超過情報を見たらタイが大量に釣れてたから、タイだけに。潮目、ここの辺流れが複雑。どう流れてるかな。この流れとこの流れ、風が沖に向かって吹いてるから、沖に向かってこのまま流しながらしばらくやるか。そんな深くないな、10メートルないぐらいか。今日は風は9時ぐらいに逆転するかな。だからそんな心配する必要はない。サゴシだったら多分表面海面見ればわかると思う。いないね、サゴシさん。今日の目標はいいの冷蔵庫を魚で満杯にすること。なんかここメーターシーラとか回ってきたりするんだよ、情報によると。そろそろそんな時期でもある気が。みんなボートカヤックの人はどんどん沖に行くな。結構堤防の際につけてる人はいるな。なんか釣れてんな、隣のあそこのボートの人。魚が跳ねてんのも見えたんだよね、沖の方で。あそこでなんか跳ねてるよ。大掃除具行くか。なんか跳ねてたよ前。お、来た。そこだ、そこで来たぞ。来た。これ本命じゃね？タイじゃね？エソでした。外れた。エソか。表層跳ねてたのは絶対エソじゃないんだよな。なんか来てた。強い。落ちパク？さっきのエソがまた食ってきた。またエソかよ。バイバイ。そうだ。てか沖に出るときにガソリン缶も持ってきた方が安心ってことが最近気づいて、あれ？ガス欠の心配をしなくてもいいかな。船やばくない？食った。これはなんだろう、サゴシちゃんかな。エソの可能性は全然ある。これサゴシっぽいな。強い。マジか。ドラグ止まんねえんだけど。結構でかい、もしかして。やばい、巨大な船が近づいてんのに。すげえ引きだな。何？嘘でしょ。サゴシだった。釣れがかりのサゴシか。でかいね、結構。サゴシゲット。
いいサイズ。ちょっとどうしよう。すげえいいサイズ。何これ。一瞬長いから立ちようかと思ったら結構いいサイズのサゴシ来た。70ぐらいあるかもしれない。いいやり。めっちゃいい引きだったな。サゴシっぽい当たりが結構あるぜ。さっきの船クソでかい割にあんま波来なかった。お、来た。ああ、おらんな。中層かな。あー、リーダーがかじられてる。いやー、切られたらめんどくさいなこれ。お、落ちパクしてた。落ちパク。あれこっち向かって泳いでるな。あー、かわいいサゴシだ。1匹目が いかにでかかったかだよな。これはギリクーラーに入りきるかな。2匹目サゴ。サゴシ別にいくら冷蔵庫にあっても困らないからな。うめえし。お、今サゴシボイルあったね。風収まってきたな。おっ、あー、食ったな今。食ったね今。割と表層付近だった。あれやばい。あー、糸切れたかも。切れたなこれ。なんかスナップ外れてた。これは痛恨のミスですね。やっぱ日本海はサゴシ多いな。もうこれで行くしかないか。トリプル1本で。サゴシはいくら釣れてもいいよ。優秀な食材だから。炙りが一番うまいかな。炙りムニエル。お、なんか急に多分当たったんじゃないの。おい、食った。あ、食ってなかった。海藻だった。お、食った。なんだ。よっしゃ。釣れがかりかな。やばいやばい。あ、釣れがかりでした。お腹にかかってる。ああ、疲れた。腹がかりでした。どうしようかな。一旦戻ろっかな。3匹目。いけ、噛まれた。いってめっちゃ痛いこいつ。やっぱ1匹目が圧倒的にでかいな。あ、サゴジャンプだ。こいつの口にシングルフックかかってるわ。倍足りないな。もっと倍の大きさが必要だな。クーラーボックス。クーラーボックス小さすぎっていう意見結構もらったんだけど、間違いないっす。一回戻ってもう一回沖来よう。魚の鮮度が心配だわ。え、これ海水使っちゃったからマジで。うわっ、プラグ変えるか。プラグこの前変えたばっかじゃん。海上でプラグ変えるの初めてだよ。全然使えそうだけどな。よいしょ。洗浄プラグ交換は初めてだわ。これでつかなかったらもう手こぎで帰るしかない。あ、つかない。やべえ、積んだ。こぐか。いや、多分停止スイッチのハンドルが海に使っちゃったのが良くなかったと思う。マジか。手こぎ期間か。遠いな。やばい、サゴシの鮮度が。これがあるから怖いな。海は。復活した。やったー。よかった。
ちゃんにもらったやつ測ってみよう。初めて。トゥントゥン。ああ、全然63センチだね。63センチか。もっとでかいかと思ったけど。これの出番じゃねえ。うわ、これめっちゃいい。最高じゃん。そして魚を入れたいんですけど、ひょっとして達夫さんでしょうか。あ、そうです。ずっと見てて、ひょっとしてこのお友達から言っていただいたエブリ、かなと思って、もしよかったらこれ差し入れで、ありがとうございます。新潟の飲むヨーグルトと、新潟の方ですか？新潟市の方なんで、もうちょっと上の方の瀬波とか岩船っていう地域があるんですけど、あそこ孫地が今爆鳥。爆鳥？ちょっと遠いっすけどね。ちょっと遠い。新潟よりさらに向こう。てかもう100山形の手前です。山形。ソーラー充電中。この15度っていうのがよくわかんないけど、なんか結構冷えてるように見えるけど。ソーラーパネル設置して1時間ぐらい経って1メモリ増えてる。1度の設定で冷蔵庫を動かしつつバッテリーの充電もできてる。
何釣れたんですか？マダイ6号と、あと稲村かな、あと4丸くらいの。これ全部入れるよ。はい。水のまんま。ああ、これ涼しい。志賀曽の走行充電で満充電の一歩手前まで行ってる。氷がギリギリ溶けないぐらいの温度に設定しました。しゅー、お疲れ様です。窓来たね。くー、あっち何度なんだろう今。これないと結構厳しい。今30度ある。ご飯いけるかな。うん、いける。うまい。わかめがうめえ。向こうが赤くなるんだ。まずエンジンかかる。お、氷がちょっと。今日は午後から雨で海も荒れるんで朝一勝負で、ちょっと風がかなり強いんだけどバケツ放り込んで手前の方でやってみようかな。もし危ねえってなったらもう即帰宅。エンジンは今大丈夫ってことは分かったんで、今なんと北海道出身の人と知り合って北海道のボート釣り情報もゲットしちゃったんで、その人2馬力だからいざとなったらちょっと連絡して助けてもらおうから。最悪の最悪はね。
とんでもない勢いで流されるんだな。このテトラの脇は若干あれだな。バケツを放り込んで流れを抑える。そして釣りをする。この辺確か根があるんだよな。もうそこそこ深い。カヤックの人どこ行ったん？あれがさっきのカヤックの人。ああ、でもバケツのおかげでだいぶ流れる速度は遅くなった。お、あー当たった。着底で当たった。あー、着底で当たったね今。おほー。食ったわ。これは旗でしょ。これは本命でしょ。いきなりこんなん絶対エソの引きじゃない。来た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 。あ、カサゴだった。惜しい惜しいけどあんたはキープです。がっつりかかってるな。20センチキープサイズ。お、当たったお、強い強い。これ結構でかいぞここすごいぞ。いやー、出てよかった。風強かったけどすでにこれ本命じゃね。あ、カサゴだった。カサゴがサイズアップした。うわー、目にかかっちゃった。申し訳ねえ。カサゴサイズアップ。キジハタどこ？カサゴいるってことはこの辺根があるってことだ。期待大でしょ。キジハタ釣りたいな。できればマダイも。お、来た。お、これはさらにサイズアップかな。入れ食いじゃん。キジハタ来い、キジハタ来い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 。これは来たー。本命ゲット。あー、バレそう。よっしゃ、いいサイズ。やば順調すぎる。大本命ゲット。よっと。素晴らしすぎる。根津ヶ関。おっしゃ、なんて順調なんだ。最高じゃんこれ。おー、来た。強い。お、これでかい、これでかい。これでかい。笑いが止まんねえんだけど、マジで言ってる。一瞬根に潜られかけたの。でかい、でかい。やばい、マジでやばい。マジで異次元すぎるわそれ。これはストリンガーだな。もうすでにクーラー入らねえ。やべえの来たやばい。いやー、マジで大移動してきてよかった。これでかいわ。これでかいから後藤のマダイスタイルでいくわ。これストリンガーすら切られる可能性あるよな。すごいねあんた。よし、ダイソーワーム丸飲み。よし、こいつは絶対に死なないから大丈夫。最高すぎるわ。ほぼ落ちパクだもんな。さっきのところ戻った方がいいかな。お、食った。ミニカサゴリリースサイズ。ちょっとリーダーがじられてるな。このまま沖まで行ってみるか。沖でもキジハタ釣れるってことだから。多分でも一番釣れんのやっぱもうちょい岸寄りのところなんだ。根があったもんな、去年根がかりしたもん。この先もちょいちょい根があるところがあって、そこに遭遇すれば。お、食った。あー、これ根がかりか。あ、外れた。稲田ワラサは千葉でも釣れるからキジハタを重点的に行きたい。一旦戻るか。
かっけえな、あの人。いやー、いい出会いだったな。仕事で今こっちに来てるっていう人で。北海道に帰ったら、なんか、ボートいっぱい持ってるらしい。えうわ、外れた。外された。最悪なんだけど。マジか。うわ、生地旗外された。最悪なんだけど。マジか。外された。ストリンガー外された。嘘でしょ。衝撃すぎるんだけど。何を信じればいいの俺は。もう一個のいかつい方のストリンガー持ってくればよかった。マジで生地旗運なさすぎるんだけど。生地旗にやられる人生だ。最悪だよ。一番うまそうなブリブリの生地旗に逃げられた。金具を緩めるような位置に魚かけちゃったのかな。やべえ。インスタ360よりショックだわ。勘弁してくださいよ、本当に。一切当たりなくなったしさ。一切当たりもなくなった。生地旗にも逃げられた。あの人なんか釣ったかな。網出してる。当たったよ、今。一回あげよう。ワームがなくなってるかもしれない。ワームはある。針が自分に刺さった。いいよ、こういう時はもう、リリースするぐらいいっぱい釣ればいいんだ。釣れすぎて困っちゃうぐらい。釣れすぎて困っちゃうぐらい釣らないともう満足できないよ。風やんだね。来た。来い。生地旗希望。そんな大きくねえ。カサゴだった。いいサイズだな、カサゴは。嬉しいよ、カサゴ。うまいもんだって。カサゴ嬉しいっすよ。もちろん。小さいな。リリースサイズ。この辺岩礁帯じゃない？結構浅いな。鱗が舞ってる。意外と砂地か。やばい、岩にぶつかる。いいサイズ。本命。そんな大きくなかった。本命ゲット。20センチ、25センチぐらいかな。小さめの生地旗だけど嬉しい。生地旗ロスがほんのちょっと回復した。食った生地旗だ。これはリリースかな。これはリリースですね。一応本命だけど小さいから。外れた。生地旗の魚影濃いな。来た。いいサイズ。これはいいサイズだ。来た。おっしゃ。よっしゃ。来たぞ、これは。慎重に行こう。慎重。重量感があるもんな。よっしゃ。来たんじゃねこれ。いいサイズ。バレそう。いいサイズ生地旗。おっしゃー。いいサイズ生地旗を確実に持ち帰る方法はこのバケツに入れる。バケツは外せないからね。おっしゃ。皮一枚にかかってた。いいサイズ生地旗。バケツに入れてそのまま漂流させる。これでもう逃げられる。逃げ道はないよ。アンカー生地旗になったから今日から。よっしゃ。これでもさっきのほど大きくないんだよな。さっきのもっと大きかったから超嬉しい。このサイズをあと 2,3 匹釣ったらもう満足。
お、来た。いいサイズじゃないこれ。まあまあか。25センチぐらいか。ギリお持ち帰りさせていただきます。感動が薄れてきたけど、いっぱい釣れるから。いやー、ありがたい。本当に。こんな高級魚、ダイソーワームで爆釣しちゃっていいんすかね。よいしょ。お、来た。来た。カサゴかな、これは。あ、キジハタだ。小さいな。かわいい。センキュー。キジハタの上映がえぐい。最高すぎるわ、ここ。あ、海あったけ。これ根がかりか。あ、取れた。よかった。お、来た。根がかりしたところに落としたら来たぞ。お、これは色が違う。お、新魚種、ソイ。これはソイですね。初めて釣ったかも、これ。かわいい。根魚三魚種。これちっちゃいよね。20センチちょいぐらいか。逃がそう。ということはそこの辺に根があるんで。まただいぶ沖まで流されちゃった。これ手こぎだったら相当だるい。戻る手間が。マジでサップでよかったな。サップじゃねえや。エンジンのおかげでできる。この釣りが。お、来た。ここの根回りが結構調子いいのかも。さっきよりサイズは重みはある。ここポイントだな。魚影が異次元なんだけど。そんなにでっかくねえわ。でもカサゴだ。このカサゴはキープサイズでしょ。こんなん冷凍していくらでも食いつなげられるからな。いい出汁が出るんですよね。お、来た。来た。でかい。バレた。でかいのバラした。でかかった、今の。いや、くそ。今でかかった。くそ。今でかかったな。ちくしょう。これ結構いいかも。楽しいな、しかし。お、キジハタ。カサゴか。目飛び出し始めちゃった。目が飛び出ちゃった。これ何ていうお魚ですか？キジハタです。免許とかいるんですか？このサイズだったらギリギリいらないです。3.3 メートル超えると。それはあれだ、長さなんだ。長さとエンジンつけてるとかつけてないとか関係ないんだ。エンジンも、2馬力までなら免許不要です。今度ハサミを持ってきた方がいいね。そう、なんかニッパーとか、キッチンバサミみたいなので買った方がいいです。それにこれから帰るの？じゃあ、そうです。それから少しずつ北上してって。旅人ですね。計画はもうないんですか？いつまでいるんですか？計画ないのか。
ここの部分はほぼ魚で埋め尽くされた。青物いっぱい釣ったんですか？うお、でかいこれ。これの動きがマジっすか？すげえ。何釣れました？おお、僕手前で根魚ばっかり。タイなかったっすね。タイ釣りたかったっす。視聴者さんにもらったやつが、これ新潟で視聴者さんにもらったやつ、今こそ飲む時だ。とりあえず昼飯だな。うまいラーメン屋聞いときゃよかった。うめえ。ありがとうございます。コーヒー、カフェラテ。うめえ。まあ満タンには遠く及ばないけど、そこそこお、いいじゃん。魚。荒株。荒株大量。何、わかめ美味しそう。わかめね、めっちゃうまいこれ。三陸産わかめ。上はかなりこれあったかい。ここ牛乳触ってみて。全然冷えてなくない？冷たくないね。こっちは野菜。多分ね、こっちはあんま冷やしたくないもの、冷やす必要がないものを置いた方がいいかも。上はちょっと魚の汁とかで汚れちゃったんで、今から洗ってみます。外れた。そう、排水ができるんです。これ釣り人には嬉しいでしょ。丸洗いしてそのまま排水できるってのは。周りに溜まっちゃうのはまあしょうがないか。欲を言えばこの辺に一番角に排水溝があるとちょっと傾けて全部排水できるかなっていう。これはね、多分でかいやつだと。超でかい。いただきます。うまい。うめえわ、サゴシ。いい感じに塩味もついてて。ふわっふわなんじゃない、身が。焼くとそのふわふわみがなんかそうそう。それがまた最高だから食べてみてください。いいね。肝と胃袋をね、生地旗の湯通しした。乾杯。わあ、コリコリ。うまっ。うまっ。肝。肝。ああ、うめえ。
肝すごいね。ああ、うまい。苦味がないこの肝。うん。そしてね、これ三陸産わかめ。ああ、うめえ。これ醤油なくてもいいわ。塩味ついてんだった。なんて上品な身。キジハタ一匹丸ごと刺身。キジハタ三昧。家のネギを庭ネギ佐越しのご飯。佐越の炊き込みご飯。なんだってこれ大本命だったからね。綺麗だね。すげえわ。うん。熟成3日目。ちなみに同じぐらいの大きさのがもう1匹いて、あれはどうしようね。5日目ぐらいで食ったらいいかもね。うわ、ほほ肉が大量。おお。目玉のプルプルが。あんかけ焼きみたいな。とろみがついてるね。